皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東イスラエル情勢、イスラム武装勢力ハマスとの停戦合意がなされたというニュースについて取り上げていきます。中東情勢と聞くと、日本からは遠いということもあって関心がないという方もおられます。しかし、中東は日本にとって非常に重要です。というのも日本は中東から大量の原油を輸入しており、核融合技術による脱石油が実現しない限りは、日本にとって生命線の一つとなっています。ですから中東情勢が荒れれば荒れるほど、石油の価格が上がるだけではなく、日本に対するエネルギー源の供給も乱れる可能性があり、中東が荒れているかどうかといったことは日本にも非常に重要な話なのです。さて、ガザ地区のイスラム武装勢力ハマスの戦闘員らが越境攻撃をしたことにより、多くのイスラエル人が殺害また拉致されていきました。それに伴ってイスラエル軍がガザ地区へと地上部隊を派遣し、空爆と地上からの攻撃によってガザ地区では戦闘員やそれ以外の人たちも含めて多くの人たちが亡くなる状況が続いてきました。このような状態がようやく収束に向かうかもしれません。これまで粘り強く交渉が行われていたイスラエルとハマスとの間における停戦合意がなったというのです。BBC の記事より、イスラエル政府、ガザ停戦と人質解放の合意を閣議承認。イスラエル政府は、ハマスとの停戦及び人質解放の合意を閣議で正式に承認した19日から停戦が発効する見通しとなった。停戦合意については、イスラエルとハマスが段階的な停戦と人質解放に合意したと交渉を仲介するカタールとアメリカが15日に発表した。合意の一段階は6週間にわたり、ハマスがガザで拘束しているイスラエル人の人質33人の解放と引き換えに、イスラエルは刑務所に収監しているパレスチナ人数百人を釈放する。イスラエルはこの間、ガザのすべての人口密集地域から撤退し、ガザで避難を余儀なくされたパレスチナ人は帰還を開始できるようになる。援助物資を運ぶトラック数百台が毎日ガザに入ることを許されるようになる。第2段階に向けた交渉は停戦の16日目に開始される。第2段階では残るイスラエル人人質の解放、イスラエル軍の全面撤退及び持続可能な平穏の回復を実現する。最終段階の第3段階では数年を要する可能性が高いガザの復興と残された人質の遺体の返還を実現する。交渉を仲介してきたカタール政府によると、第1段階で解放される人質には民間人の女性兵士、子供や高齢者、民間人の傷病者が含まれることになる。イスラエル政府は停戦開始の初日にまず人質3人が解放され、その後6週間にかけて定期的に少人数ずつが解放されることになるとしている。ハマスは2023年10月7日、イスラエル南部に前代未聞の攻撃を仕掛け、約1200人を殺害、251人を人質に取った。これに対してイスラエルの報復攻撃で、ガザではこれまでに46,870人以上が死亡したとされている。約230万人のガザ人口の大半が家を追われ、広範囲が破壊された。イスラエルによると、94人の人質が今もハマスに拘束されている。そのうち34人はすでに死亡したとみられている。死傷者数については、ガザの保健当局はハマスとの関係が深いことから、実数について疑う声もあります。しかし、発表されている以上に実際は多いであろうと言われています。これは、イスラエル軍によるガザ地区への攻撃が非常に広範囲に行われたことにより、実際には遺体を確認できない状態になった人も多いだろうと見られているからです。国連の衛生センターの推計によると、昨年12月初めの時点で、ガザ地区の全構造物の 69% が破壊または損傷を受けたと報告しています。また、国連はガザ地区の道路網の 68% が破壊または損傷したと結論しています。主要な医療施設の中や周辺でも被害が報告されています。国連によると、ガザでは病院の 50% が閉鎖され、残りの病院も部分的にしか機能していない。これはつまり、病院がたとえ稼働していても、慢性疾患や複雑な怪我の治療ができていない状態を意味します。ガザ地区での医療施設が稼働していない理由というのは、イスラエルが繰り返し攻撃を行ってきたからです。そうした攻撃を行っている理由というのが、ハマスが病院の中や周辺で活動していると非難しているからです。攻撃対象は医療施設だけではなく、学校に対しても
何度となく攻撃が行われました。イスラエル軍はハマスの戦闘員を標的にしたという理由をもとに学校校舎など49回昨年7月中旬以降攻撃しているとのことです。学校は避難所としても機能していることがあり、それがまた一般市民の犠牲者を増大させた理由ともなっています。イスラエル軍は攻撃する前に避難勧告を行っていることを住民に気を使いながらハマスと戦闘していると言い訳を行っています。避難を指示した地域は赤く塗られているのですが、ガザ地区の多くが攻撃対象になっていることを意味します。特に北部側においては全体の 90% 程度が避難指示が出ており、この地域に住んでいた人たちはほとんど全員が家を失うこととなってしまいました。そのため南部地域においては広大な農地のそのほとんどが使い物にならなくなりました。2023年時点における農地周辺の衛星写真がこちら。それが2025年にはどんどんと農地を埋める形で逃げてきた人々のテントやもしくは仮設の施設などが建設されることとなり、農地のそのほとんどが姿を変えました。もともとこの地域での農業生産物は多くはない状態でしたから、さらに逃げてきた人々によって農地が失われることが加速し、深刻な栄養不足状態といったものが多くの人たちに襲いかかっています。今回ハマスとイスラエルとの間における停戦合意がなされたわけですが、これが本当に最後まで正しく機能するかは様子を見ておかなければなりません。こういった合意はいつ破れてもおかしくないような不安定な状況だからです。ただし、両者ともにそろそろ限界点が見えていたことも明らかで、特にハマス側の方にはトランプ政権発足前になんとか停戦合意を取り付けたかったという思いがあったと言われています。トランプ氏が大統領に返り咲くことによって大きな変化が起こるだろうと言われていました。特にトランプ氏は非常に強い言葉でハマスに対する牽制を行っていました。もしも自分が大統領になるまでこの戦闘が続いているようなことがあれば、ハマスの連中は地獄を見ることになるだろうといった発言などをしていました。これまでバイデン政権はイスラエルのネタニヤフ首相の政権を支えてきました。特に軍事行動においては積極的に軍事支援が行われてきましたし、ハマスやヒズボラ、そしてイランからの攻撃があった際にもイスラエルを支援するために米軍が動きました。しかし、トランプ氏がバイデン政権を上回るであろう軍事支援を行うとなれば、ハマスやヒズボラに至ってはより深刻な打撃を受けることとなります。この中東情勢のことを考えるときに、このようなアメリカの支援がより強力になるであろうといったことと同時に、シリアにおける反政府軍がアサド政権を打ち破ったことなども影響しています。これまでイランはイラク、シリア、そしてレバノンへと軍事物資と兵員の援助を続けてきました。しかしシリアにおいてアサド政権が倒れたことにより、この支援のルートが完全に閉ざされることとなりました。アサド政権はイランとの関係が深く、反政府軍によって打ち倒されたことにより、イラン側の対外諜報機関の活動も制限され、軍事物資の輸送などについても阻まれることとなり、ヒズボラに対する支援も、ハマスに対する支援もどちらも手立てを失ってしまったのです。もちろんシリアルート以外からの支援といったものもあるわけですが、それらは非常にか細いものであり、不十分なものでしょう。すでにレバノンのヒズボラはイスラエル軍に徹底的に叩かれて半壊状態ですし、ガザ地区のハマスの戦闘員も生き残ってはいますが、その数は大幅に減少したと言われています。外部からの援助が見込めない中で、ハマスとしては、さらにこの後トランプ政権が強力な攻撃を加えてくるというのであれば、このあたりが潮時と考えたとしても不思議ではないわけです。ちなみにアメリカにおいては、共和党であろうと民主党であろうともイスラエルを支援していますから、誰が大統領になっても結局のところ、イスラエルを支援するという流れそれ自体は変わることはありません。ただ、今回の合意に至ったその代償として、イスラエルのネタニヤフ政権は不安定になります。というのも、イスラエル国内には強硬派の人たちもいて、まだまだ戦うべきだという人たちも多くいます。これらの人たちは、ガザ地区からの撤退といったものを非常に否定的に考えています。これらの人たちがなぜ拒否感を示しているかといえば、そもそもヨルダン川西岸やガザ地区において、パレスチナ人の地区を持っていること、それ自体を根本的に否定している人たちがいます。イスラエルはイスラエルであり、この地は全てユダヤ人のものである。
そういった考え方からすると、パレスチナ人の生きる地区があるということを彼らは許せないわけです。ただし、それらの人たちがイスラエル全員といったわけではありませんから、今回の停戦もなんとか成立することとなったわけです。しかし、強硬派の人たちも議席を持っていますから、政権に協力しない人たちも増えることで、ネタニヤフ首相の政治的な基盤は揺らぐわけです。この停戦合意がなって、少しでも戦闘が収まることは、中東情勢全体にとっても、ある程度沈静化へ向かうこととなります。特に、イランがイスラエルを攻撃するその時の口実としては、ハマスやヒズボラに対する攻撃、もしくはちょっと遠いところですが、フーシ派に対する攻撃などもあって、イランは自分の子飼いの武装勢力がやられることに腹を立てていたものですから、戦闘が収まることは、イランの軍事行動もまた少し沈静化することにつながるわけです。そうなれば、睨み合いで、そして後々イスラエルとイランとの間における戦闘が勃発するにしても、今ではないといったことから一時的な沈静化が見られれば、十分この地域の情勢は安定化へ向かう要素があるわけです。そしてそのようなことがあれば、地政学リスクが下がったなという話になって、それゆえに原油価格に対しては値下がり要因となるわけです。これは日本にとってもプラスのことです。ただ、国際情勢全体の話で言えば、中東情勢がある程度沈静化しても、石油の価格それ自体が安く収まるかどうかといったことは結論付けることができません。例えば、バイデン政権その最終盤において、ロシアに対する制裁の追加案件がありました。それは影の艦隊と呼ばれるロシアの石油タンカーに対する制裁強化です。特に中国やインドがこれに対して反応し、制裁対象になった石油タンカーの港への入港を拒否するといったことが起きています。この制裁による影響で約5000億円程度ロシアは収入を失うだろうと言われています。これは逆に言えば世界需要に対して供給側が減ることを意味しますから、中東情勢が収まって原油価格に対して引き下げの要因になっても、今度はロシアに対する制裁に伴って全体の供給量が減ることによる価格の上昇といったものがあって、必ずしも全体で見ても値下がりするかどうかといったことがわからないわけです。ちなみにこれを覆すための要因としては、トランプ氏が大統領になれば、アメリカ国内における石油や天然ガスを掘って掘りまくれと言っているわけなので、この開発を加速させることによって供給量を増やせば、原油価格や天然ガスについて価格を引き下げる要因へと動くかもしれません。ちなみにトランプ大統領はアメリカの雇用を最大化することに投資をどんどんと呼び込もうとしていますから、アメリカ国内における石油や天然ガス開発についても大歓迎するはずです。今のところ日本に対しても天然ガスを買うべしといった話が出ているので、この際だから日本はこれに便乗し、ロシアから購入する分を減らしてアメリカからの購入を増やした方が良いと思います。また、アメリカ国内の石油や天然ガス開発について日本の会社を参画させるといったこともあっさりと認められるかもしれません。気候変動対策という話からすればちょっと逆行する話ではあるものの、日本は世界の多くの国々から見れば環境に配慮した上位国です。他の国からの批判が多いといったことを気にする人もいるわけですが、実際にはアメリカや中国の方がよほどひどい状態であり、また多くのエネルギーを使うという意味では環境政策が間に合っていない国としては他にもインドなどもあります。日本はもっと自分たちはできることはしっかりとやっていることをアピールした上で、未来科学技術である核融合研究などを進めて、最終的には脱石油エネルギー政策へと着々と進むような基本戦略が必要でしょう。というわけで今回の動画はここまで。イスラエルと武装勢力ハマスとの間における停戦合意が成立しました。この停戦合意が最終的に守られ続けるかどうかは見ていかなければなりませんが、現状ではイランからの支援が途絶えたような形となって、中東地域の武装勢力はどれも力を失っています。さらにトランプ大統領が誕生すれば、イスラエルに対する軍事力の支援はより強固になるだろうと考えられていますから、ハマスが今の状態からもう一度といった形で攻勢に出ることは考えづらく、不安定でありながらも、なんとか中東情勢収まってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、また情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。